レギュラーラジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだ健太兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。いやー、まあでも夏フェスシーズンになりましたかね。今年はどこのフェスに行きましょうかね。それはやっぱりケンタフェス2025だろ。うわ、びっくりした。耳元でなんだっけ ASMR やめてよ。すまんけどな、陽介、今年の夏フェスはケンタフェス2025、いや2025一択だぞ。誰が出んのよ。まだ正式には決まってないんだけどな、うん、全バンド共通してるのは筋肉ムキムキなメンバーがいるところだな。まあ確かに他とはなんか違うメンツで良さそうですね。一組だけ教えて。仕方ねえな、お前誰にも言うなよ、スパイアでスパイア最高じゃん。あいいいだろつ好きなんだよね。かっこいいよね。ただな、お前ケンタっていうドラムのやつはいい筋肉してんだけどよ、他のメンバー全然筋肉がねえからよベンチプレスでお前60キロ上げられたメンバーにはギャラ払うっていう契約にしてやってよ。これで少しは鍛えるだろう。うわ、なんか人事とは思えないですね。それギャラベッドなそれは追加ギャラってこと？それとも元々のギャラってこと？お前ねえよ、60キロ上げられねえやつには60キロ上げられない人にはノーギャラなんだ。お前60キロ上げたらお前5万だよ。そういうことね。じゃあ今日はそんな筋肉増強できそうな掛け声を教えてよ。分かったよ。5万欲しいから。じゃあ陽介、今日の掛け声はこれだ。えうえいおう、えうえいおう。本当に言ってる？分かったか。これで番組を勢いよく始められるはずだ。陽介頑張ってな。陽介さん、間もなくです。お前も番組始まるんじゃねえか。3秒以内にさっき教えた掛け声叫ぶんだテルベッキオスパイエアマサラカスパイエアマサラカそれ飲みすぎいや飲んでないんだよ。スパイエアマサラカスパイエアのマサラカ。こんばんは。時刻は深夜1時を回りました。スパイボーカルユースケとドラムのケンタです。この時間からは僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイアのバサラカをお送りしていきます。はい、なんてテルベッキオって何？デルベッキオ。デルベッキオ何デルベッキオイタリアの元サッカー選手そんなん出すわけないでしょもう全然出さないさて、フェスのいや答え合わせしてないよ。そっか、フェスへ行こうだよ。は？えうえいおう、フェスへ行こう。それもうだってそれ、デルベッキオの発音じゃん。意味が分かんない。フェスへ行こうだったらエウエイオそれデルベッキオじゃん。デルベッキオ、合ってるね。母音は合ってる母音は合ってたわ。あながち間違いじゃないわ。フェスへ行こう、はい、ということで、はい、先ほどまでナンバーショット2025に出演していました。いやー、使ったね。とはいえ現在終わってませんが、収録時点ではね、時空が歪んでるので終わっていないはずなのに、なぜか感想が届いてます。何ですか？ラジオネームイカ代表さん。ありがとうございます。陽介さん、ケンタさん、ナンバーショットお疲れ様でした。ありがとうございます。まさか陽介くんが海に飛び込んで、ここがナンバーショット特別ステージスパイアブルーだと言ってたのを見た時は涙が出るほど感動しましたやってたね。ケンタさんはブーメランパンツ型の水着で登場しドラムセットに水をかけ、これが特別ドラムセットケンタブルーだと言ってましたここまで揃ったらさすがに青が来るかと思ってましたが、青は演奏しませんでしたでも最高でした。夏フェスこの後も続きますが、体調気をつけて頑張ってください。いやー、いいね、いいよ、こういうの。確かに。でも我々が出る時間はすっごい発音したね今。我々が出る時間は我々が出る時間は割と夕方って聞いたんだよね。そうですかね。そのぐらいですかね。17時半。はい。じゃあもう寒いね。いや、でも日長いから。そっか。まあいい時間じゃないですか。いい時間だね。ナンバーショット。海に入るにはでももう遅いか。もう遅いか。クラゲが出てくる時間かもしれないですね。
メッセージいただいてやます。ばい、なんですか。すごい下手になったなんかすごい下手になったら大丈夫。はい、メッセージ。メッセージいただいてます。はい、ラジオネームコーデさん、はい、ありがとうございます。最近番組を聞き始めて2人のイメージがなんとなくつき始めたので、うん、めちゃくちゃ偏見を送ります。おお、陽介くんはソファーがあったら荷物めっちゃ置く、うん、健太さんはソファーに荷物があったらブチ切れそうというイメージです。どうですか？ソファーがないとかはなしね。いや別に綺麗はしないかな、多分。本当。何も言わず片付けるだろうな。でもなるほどね。その友達とかもファってかけられたら、服とかね、荷物とか置かれる、そっと玄関に置いとくと思う。玄関に置く。玄関に置くだってそんなさ、別に大して大事なものじゃないってことでしょ、ポンって置くってことは。じゃあもう帰るときに忘れないように玄関に置いとく。ああ、まあそれはいいかもね。確かに忘れちゃうもんね。だって忘れてたら俺捨てるよ、すぐそれ何も言わずに、いらねえんだなと思って俺はね、嫌だ、荷物置いてある。嫌なタイプ。じゃあ一緒じゃん。置かない。一緒タイプ。置かないようにする。俺もね、あんまね、ソファーになんかね、仕方ない時しか置かない。何仕方ない時って、逆に教えて。仕方ない時洗濯物を畳んでいます。で、俺タオルはさ、洗濯機置き場のとこに積んである。だから洗濯終わりました、タオルを積みに行きます、その間に他の洗濯物がソファに残ってるわけ。なるほど、ソファーで洗濯物を畳むってことね。それはしょうがないよ、確かにね。ぐらいしかない。だからそこに置きっぱにするわけじゃないでしょ。そう。後で畳んでちゃんと片付けるわけでしょ。そう。じゃあいいじゃん。だからイメージ間違ってます。間違ってます。まだまだですね。まだイメージつかみきれてます。はい、つかみきれて。もうちょっとね、掴んでから送ってきてください。はい。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡.jp basaraka@fm福岡.jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組でスパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。それではスパイアのバサラカ、この後深夜1時30分までお付き合いよろしくお願いします。スパイエアのバサラカ。お送りした曲はスパイアでチェイズ・ザ・シャインでした。それではこちらのコーナーに参りましょう。Questa è la storia di un amico。このコーナーは皆さんの、周りにいるクエステ・デルミーコから聞いて送ってもらうコーナーです。僕らは決してあんたの話でしょなんてことは言いません。ぜひ友達から聞いた恥ずかしい話を教えてください。何語でしょ？伏線張ってたよ。アミーゴでしょ。アミーゴってイタリアの正解、デルベッキオからね。デルベッキオイタリア代表そうそう、日韓ワールドカップの時の。もういいよその話もういいよ別にということでいただいてます。はいよ。ラジオネームジローさん、ありがとうございます。ケンタさん、ヨスケさん、こんばんは。こんばんは。先日友達が健康診断に行った時の話です、貧乳界のエンペラー的な存在である友達は受けた方がいいと思いながらも2年前に初めて乳がん検診を受けるまで一度も受けたことがありませんでした。なるほど、痛いと聞いてたのもありますが、受けなかった一番の理由が、検査技師さんに、ちょっと貧乳すぎて挟めませんねと言われるのが怖かったからです。しかしさすが数ある貧乳を挟んできた技師さん、レジェンド・オブ貧乳をしっかりと挟んでくれるのです、痛みも我慢できるほどで、友達は安心して今年も受けることにしました、検診前に着替えるところで上を脱ぎ、前開きの布だけをまとい、さっそうと機械の前へスタンバイ、技師さんが来て布をめくり友達の貧乳を見た瞬間、もう一度布を戻し、ちょっと変えますねと乳を挟む部品を変えたのです前はそんなことなかったのに。多分友達は心の中できっと貧乳用のに変えたんだと察しました。さすがのエンペラーもちょっと恥ずかしかったので、次回は自分からちょっと小さくてと言った方がいいのかもしれんと思っているそうですなんか挟むんだ、そうなんだね。でも痛いとは聞くけどね。痛いんだ。そう、なんか乳腺かなんかをこう要はしこりがないかとかで確認したりとかで、そのしこりがあったらちゃんと多分精密検査したりとかなんじゃないかな。ちなみにさ、乳がんの検査っていうのはそのどう挟むの？上から？マジ？上からそういう機械があるんですか？機械で挟むの？痛そう。板でプレスされるの？うわ、チンチンプレスされてる
いやそれももげちゃうもげちゃうよもげちゃうよって思ってるんだろうね女性も。もげちゃうよこれってねうんいやすいませんいやでも別にこのなんかさ、面白かった話が単純に、ね、いやなんかエンペラーなのかレジェンドなのかをはっきりさせてほしかったけど本当だねレジェンドだねどっちかっていうとレジェンドだよどっちかねこのなんかこの佇まいはなんかレジェンドだよね。レジェンドですね。いやでも本当ねこれはね行った方がいいと聞きますからね。ね本当早期発見が一番だよ。そう皆さんもねぜひ受けていただければねと思います。友達の話って言ってるけどチロさんも行かなきゃ。チロさんも言ってくださいちゃんと本当にもう一件行きましょう。ラジオネームいくみさんです。はい。陽介さん、健三さん、こんにちは。こんにちは。友達の話なんですが、大学生の頃長く付き合っていた彼氏といた時に起きた出来事です。付き合いも長く仲も良かったのでイチャイチャするのは必然で、そんなイチャイチャ中に事件が起こってしまいました。はい、なんか音が聞こえるような気がする。テレビはついていないし、一人暮らしの彼氏の部屋は角部屋で、ベッドも、隣人側ではない方に配置されていたので、そうそう音は聞こえるはずがないと。さすがに気になって音の元を探すと、なんと枕の下にあった彼氏のスマホが誤動作で、男友達と LINE 通話でつながってしまっていたのです。さすがの出来事に、通話を即切り、イチャイチャ強制終了、通話相手の男友達は地元の同級生で2人ともよく知る友達でしたが、彼氏がどうフォローしたのかは知りません。そしてどうして誤動作が起きたのか原因は分かりませんが、それ以来スマホは必ずベッドから離すようになったとのことです。そしてその彼氏が現在の旦那さん、というほっこりエピソードではありません。むしろ、旦那さんは当時の彼氏と同じ大学の同じ学科で、友達と旦那さんは同じ高校の同じ部活だったので、旦那さんは友達の元彼が誰なのか知っているのです。二股とかやましいことではないですよと書いてあります。元彼のネタということもありますが、知らない相手ではないことも相まって、さすがに旦那さんには話せていませんが、スマホは枕元から話すようにしているとのことでした。あくまでも友達の話です。よくわかんない。後半が難しいね。現在の、旦那さんは LINE 通話でつながってた人が今の旦那さんってことではない。違う。そうではないけど、どうフォローしたかを知らないから、このいくみさんがね、どういう周りに伝わり方をしているかが分かんないという意味でのこの補足だったと思うんですけど、だからいくみさんといくみさんの元彼が付き合ってたことを知っているということ。いくみさんと A 君が付き合ってたことは旦那さんは知っていると。今の旦那 B 君は知っているとの上で、どうフォローしたのかが分かんないから、旦那さんの周りの交友関係にそれがどういう伝え方をしているか分からない、けど旦那は A 君のことを知っているから、元彼の話なんだけどねっていう話で、この話はできていないよっていうことだと思いますよ。いくみさんから今の旦那さんにこの話はしていないということ。聞けてない。ただ今の旦那さん B 君は A 君と同じ学科だったから、この話を知ってる可能性があるってことだ。合ってますよね多分。こういうことですよね。そうですよね。謎解きになっちゃった。でもこの話はいくみさんの話じゃないです。いくみさんの友達の話です。今はあくまでもいくみさんと仮定しただけ。そうです。そういうことです。あくまでも友達の話です。ということで、こんな感じで皆さんが友達から聞いた話を教えてください。僕らはあんたの話と一緒なので答えません。ぜひ友達が言っていた恥ずかしい話を教えてください。皆さんが友達から聞いた話お待ちしております。それでは今日はラジオネームいくみさんの友達の話からこちらを選曲しました。 x ジャパンでサイレントジェラシー。スパイエアのバサラカ。お送りした曲は x ジャパンでサイレントジェラシーでした。陽介健太のお悩み相談。この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です。今週もお悩みいただいております。ラジオネームマリさん。はい、ありがとうございます。こんばんは。お悩み相談です。最近暑いので大きな水筒を子供に持たせています。小学生男子は水筒が水筒以外の何かに見えてるんでしょうか。最近買ったばかりなのにもうボロボロです。なんか銃みたいな持ち方して帰りにごっこ遊びしてるみたいです。2人が水筒を水筒と認識したのはいつですか。目安に教えてください。
いやでもわかるな、わかる確かにわかるよ。水筒はね、見えてなかったもん水筒に俺。ちなみに何に見えてた派ですか？僕は小学生の頃バットに見えてました。だから俺の水筒ボールが当たったべっこべこになってたもん。どのタイプの水筒？普通魔法瓶の長いちょっと長いあれよ、すげえロングとかじゃなくて、どうだろうね、普通に小学生が持ってるぐらいの水筒、をバットにしてる。俺ボールだね。どういうこと？俺部活してたから、2リットルのさ、でかいやつ？なるほどなるほど。で、あれマジで頑丈なのよ。サーモスの。あれでボーリングしてたりして。でもあれ知ってる？魔法瓶って中が割れるから剥がれるのよ。危ないね。そうだ、危ないからあれ本当やっちゃダメなんですよ。殴ったりしちゃダメなんですよあれ。蹴ったりしちゃダメなんですよ。だからなのかな。なんかそんな立派な水筒使ってなかったけど、なんていうそういうさ魔法瓶みたいな。まあだからみんな壊すからだろうね。俺も途中からペットボトルになりましたからね。水筒はもう買ってくれなかった。まあそうだよね。でも高学年の時には俺遊んでなかった気がするな。2、3年で止まったと思う。そう低学年ぐらいだからまあ大事なものと認識するのは多分20歳ですね。それまでは男はもう最悪です。そうで、痛感するまで大事にしない。そう水筒って意外と高いんだ。そうだから自分でお金を稼いで物を買ってみるという行為を教えるまでですかね、年齢というか。それはもうなんか教育でなんとかなるかも。お金をちゃんと稼いで何かを買うっていうのは。はい、続いてラジオネーム黒メガネさん。陽介くん、さんこんばんは。いつもリアルタイムでバサラカ聞いてます。ありがとう。以前のお悩みで何でも言ってくるパートさんについてお悩み相談しました。何でも言ってくるパートさんのお話ですと。何でも言ってくるパートさんはとにかく仕事が早く周りを見ずに常に自分のペースで仕事をこなしますが、そのパートさんは自分の仕事のやり方に思い通りにならないと自分の意見もはっきり言って一人でブツブツ言いながら仕事をします。そのパートさんと一緒にする仕事があり、私はそのパートさんよりも仕事するのが遅く、自分では早くやっているつもりがなかなか終わらず、そのパートをイラつかせてしまいます。急に呼び捨てなんだ。そのパートさんは一言で言うとせっかちさんで、他のパートさんにもそのパートさんの話をすると共感してくれて、なかなか接するのに人間疲れしますと。2人の周りにもせっかちさんいますか？改善法がありましたらぜひ教えてくださいと。でも黒メガネさんのお便りもちょっと句読点がなくてすごい早口のせっかちさんみたいな。釣られてる。そのパートさんに釣られてる。で途中でもうイライラしすぎてパート呼びたいな。なかなか終わずにそのパートをイラつける。いやでもこれね、せっかちさんはねいるからね、しょうがないよね。しょうがない。もうねこれ合わせないのが一番重要よ。行き急いでんだなって。これはもうねほんとそういる。この後もねいっぱい出てくると思う。ほんとせっかちで、もうどんどんなんか自分でやってっちゃう人。そういう人に合わせずに、聞き流す能力だよね。そうだと思う多分。どうやったらいいのかな。いやでもなんかせっかちな人って何やってこれやってわーってなってるじゃん。あ、そうですねって言っといたらなんとなくなる。なんとかなる。なんとかなる。あ、わかりましたって言って、もうこれやってないじゃん。そうですねって言ってたらなんとかなる。大丈夫、せっかちは。せっかちはね。で、せっかちを、せっかち多分そのぐらいじゃ怒んないよ。そうそう、そんなに変わってる暇ないから。そうなのよ。で、そうですねって言ってあんたさって言ってるのが多分、もうせっかちさんはもう時間の無駄ってなるから、こいつには何言ってもダメだって思わせるのが一番いい。確かに。あーって後ろで聞こえてきたら勝ち。何も言われずにあーってせっかちさんがね、後ろでこうあーってなったら勝ちだよ。でそもそも仕事できるんだったらもうそんなに人に物を言うようなそこにいないから。せっかちさんで仕事できる人って本当にもうもっともっと上に行くっていうか。だからそのパートをイラつかせてていいんじゃない？そうイラつかせてていいと思う。ああそうですね。パートさんどうこうっていうよりもその人としてもうこれはせっかちさんで人に物を言ってくるせっかちさんは俺はあんま好きじゃない。そういうなんかいい人をあんまり見たことがない。仕事できるっていう意味でね。確かに確かに。
俺もどっちかっていうとせっかちかも。いやそれです。いやそんなことないよそんなことないって本当？マイペースでどっちかっていうと本当？何をどう見てせっかちと判断すればいいのか分かんないもん俺いやマネージャー大きく名付けてるいやだってさ、うん早く終わらせれるんだら終わらしたいじゃん。じゃあ終わらそうよもう収録終わらしてるよこれは違うじゃん。そういう意味じゃなくてだからほら前あったじゃないですか、レコーディング。実はあれなんですよ、ボーカルレックって大体1日1曲じゃないですか、うん大体ね。うんでもFeel So Good うんと青うん1日で2曲やりましたよねうんみたいな。全然せっかちせっかちじゃない。違うこれは何じゃいや上手にうまく取れたってことでしょよく練習しましたっていう話じゃん。あ、そういうこと？うん。いやせっかちって違うよそれは。せっかちは何？だからせっかちじゃないんだって。せっかちとはだからもう書いてあるよそういうことじゃん。書いてある。黒メガネさん書いてあるじゃん。じゃあ俺はなんだ？マイペースだっつってんのだからもういいよ終わろうこの話もはい、ということで番組では皆さんからのお悩み募集しております、小さな解決したこれしたよ。したか？ああそうだね。ってああそうですねって言っとく言おう、うん頑張れ黒メガネ、はい小さなお悩みから大きなお悩みまで幅広く募集してますので気負わず送ってみてください、はい。皆さんからのお悩みお待ちしております。スパイアのバサラカお送りしているのはスパイアで Just Like This 2024より現状ディストラクションです、はい。今日はこの曲に乗っかりながらエンディングですということで、マイペースだよマイ君は。ペースか俺。いやでも、いやそうか？うん。いやでもさ、人にマイペースって言われることはあるけど自分でじゃあマイペースなんだってそのねせっかちかマイペースかの価値観って人が決めるもんだからね。あ、自分じゃ分かんない。自分じゃ分かんないでしょそっか自分は大体みんなせっかちだと思ってやってるよ多分、あ、そういうことか、日々のタスクに追われてんだもんみんな。でその速度が相対的に見て遅いか早いかの話だからね絶対評価じゃないのよ。あ、そういうこと相対なのよそう、ああ、なるほど。基準がそうないわけだ。ライブ終わった後楽屋出るの誰一番早いの？ユージ。そういう人がせっかちさんだかああ、なるほど。ら。そう一番遅いの誰だ？俺だ。だろじゃあマイペースだよ。でも入りは一番俺早い。一番遅いやることがあるからでしょあそうそうそうみんなより。そうそう、せっかちってそういうことか。そういうことです。なるほどね。そうです。なんかやっと分かった気がする。そっかよかったよ。じゃあ俺はマイペースだと思って。もういいよこの話だから言ってくれよ次にはい、現在、ボートレース2025の新 CM ソング、新曲 Chase the Shine が配信中となっております、そして今年も Just Like This 2025開催決定しました、日程は9月27日土曜28日日曜の 2days です。会場は山梨県川口湖ステラシアターです。 Day1 は Just Like This をテーマに Day2 は歴代アニメソングをテーマに2日間異なるセットリストでお届けします。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージをまだまだお待ちしております。はい、メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡 .jp basaraka @fm福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストをしてください。そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信してますし、 YouTube の方では字幕付き多言語翻訳も対応してますので、世界中のお友達にどんどんお勧めしてください。ということでこの時間のお相手はスパイアボーカル陽介とドラムの健太でした。それではまた来週。